済んだもんなのだ。今日はバチカン四国のニュースを3件まとめて案内するのだ。その前に豆知識なのだ。バチカン四国は国民の多くが聖職者で子供がほとんどいないから、出生で国籍を取るのが基本的にないのだ。国籍は教皇庁などの職務についている間だけ付与されて、任務が終わると原則として失う仕組みなのだ。それじゃあ一押しは2つ目のニュースなのだ。教皇、若者に世界のための次世代の大祈り者になるよう呼びかけ、なのだ。バチカン四国はイタリア、ローマ内にある世界最小の独立国で、首都もバチカン市なのだ。1929年のラテラノ条約で成立し、教皇が国家元首を務める教皇制の君主国家なのだ。人口は約800人ほどで、宗教サービスや観光、美術館が主要な産業なのだ。スティーナ礼拝堂やサンピエトロ大聖堂が文化の中心で、近年は財務改革や教会改革、国際的発言が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。教皇、ペルーの司教団に使徒のように生きよという記事なのだ。ローマのバチカンで教皇レオ14世がペルーの司教たちのハド、ビミナ訪問を受け入れたのだ。教皇はヒジリトリビオモブロベホレッセイ300周年に触れつつ、司教たちに使徒のように生きることを求めたのだ。具体的には司教同士と信徒との間の一致と交わりを深め、分裂や野心、孤立を乗り越えること、そして自分の言葉ではなく、完全で勇気ある福音そのものを喜びを持って語るよう促したのだ。また、特に弱く傷ついた人々への司巻き的な近さを強調し、自らのペルーでの司巻き経験から、ペルーは特別な場所と語ったのだ。最後に、ペルー全土を慈悲の聖母に委ね、困難の中にある人々へ特別な使徒的祝福を与えたのだ。二つ目のニュースなのだ。教皇、若者に世界のための次世代の大祈り者になるよう呼びかけ、という記事なのだ。2026年1月30日、バチカンでローマ教皇レオ14世が、教皇の世界祈祷ネットワークの指導者と会員に感謝を伝えたのだ。このネットワークはイエズス会に託された教皇庁の活動で、毎月、人類と教会が直面する課題について教皇の祈りの意向を世界中に広めているのだ。教皇は、特に若者を招き、世界の必要のために取り継ぐ次の世代になってほしいと強調したのだ。若者には復活したイエスと深く個人的な関係を求める人が多く、生体青年運動がその助けになると語ったのだ。また、イエスの御心の霊性を通して友を親しく知り、思いやりと共感を持って困難な人々のために祈るよう励まし、祈りは教会の宣教の中心的な働きなのだと説明したのだ。三つ目のニュースなのだ。米司教団、トランプ政権にハイチ人保護の延長を要請という記事なのだ。アメリカに住むハイチ人およそ30万人が2月3日に一時保護資格 TPS を失い、合法的な在留と就労の権利を失う危機にあるのだ。アメリカのカトリック司教団はトランプ政権に対し、この TPS を延長するよう強く求めているのだ。ハイチでは近年、ヤングが首都ポルトークランスの約9割を支配し、誘拐やテロ、深刻な性的暴力が急増し、アメリカ政府も渡航禁止レベル4を出しているのだ。司教たちは、議会が恒久的な在留制度を作れていない今こそ、政権が正義と慈悲に基づき人命を守る決断をすべきだと訴え、TPS 延長でハイチ人の安全と地域の安定を守るよう呼びかけているのだ。済んだもん、教皇の使徒的呼びかけや若者への祈りの招き、ハイチ支援要請、信仰と慈悲で世界の痛みに寄り添う動きなのだ。
まり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。